皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。今日はちょっと私が作ってみたかったドイツパンのラウゲンシリーズに挑戦しようかなということで、ラウゲンシュタンゲ、こちらを作っていきたいと思います。ラウゲンシュタンゲをご存知だった方は手を挙げてください好きやなそれってご存知なかった方、知らんよなラウゲンシュタンゲって何それって話なんですが、すいません、手を挙げていただいたご存知だった方、手を下ろしてくださいですね、まずご説明入る前に、今日もホームベーカリーで普通にパン生地コースで生地を作っていこうと思います。で、生地を4分割するところまでやっていきます。このラウゲンシリーズなんですけど、ドイツパンってすっごい種類があって、その中にラウゲン〇〇っていう種類があるみたいなんですね。でそれが何かって言ったら、ラウゲン液に浸して作るパンのことを指すと。で有名どころで言うとプレッツェルですね。あれもラウゲン液に浸して作っていると。でコーティングされてるじゃないですか。コーティングをした別の形のパンを今日は作っていきたいと。でこのシュタンゲっていうのが棒状っていう意味なので、ラウゲン液に浸した棒状の、プレッツェルみたいなやつを作っていきたいと思います。で今日は形をコッペパン型に成形してみたいんですが、まずですね、この綺麗な面を外側にすると、ひっくり返して外側になるようにすると。で3分の1ずつ折り返すということなんですが、この3分の1問題に私ずっと引っかかってるんでちょっとあれなんですけど、とにかく真ん中に向けて両端を折ると。そうですね、こんな感じで出ました。この手の腹の部分、謎のこのパーツでクイクイクイっと押さえるっていうのほぼ全員と言っていいほどやってて、相変わらずね、それがどこなのそのこうやってみんなやってるけどってなってわからないので、もう今日は諦めまして、とりあえずこの左手でね、左手っていうか利き手と反対の方でね、ちょっと中に生地をグイッと入れつつキュッキュッキュッと閉じていくと。別に利き手かどうかは個人の自由ですけど、やっていくというやり方で、もうこれでよしとしました。でなんかこう端の方を手を丸めてコロコロっていう方もいましたが、もうあんまり深く考えず、とりあえず10センチオーバーぐらい、ちょっと大きいぐらい、そうですね、12センチぐらいでしたを目指して作っていくと。で今日は茹でるという工程がありますので、ちょっとオーブンシートに乗せてこれで完成とします。ということで、これを4つ分やっていくんですけど、さっき言った手の腹の部分ですね。私以前この手の腹の部分問題について問いかけたところ、コメントいただきまして、胃の具合が悪い時に押さえるところですねっていう天才ですかっていう天才的なコメントいただきまして、あ、なるほどな、そこかとドンピシャで、あ、めっちゃわかる、そこかっていうアンサーいただきましたので、皆さんもよろしければ参考になさってください。ということで、4つ終わりました。いい感じじゃないですかね。適当にやった割にね。ということで、ラップをして30分待っていこうと思います。で待ってる間に今日は準備することが3つありまして、そのうちの1つ目、塩の準備ということなんですがなんですのそれっておしゃれな塩がうちにはございませんということなんですが、以前岩塩プレートなるものをいただきました。どうやらなんかキャンプの時に使うらしいんですが、天然岩塩ロゴスということで、多分いいやついただいたんですがキャンプに行かないということですいません引きこもり女をキャンプに行かないということで、岩塩ちょっとここから抽出します。でオーブンの予熱をしてお湯を沸かしておきます。ちょっと忙しいんですが、これをやっておきます。ちょっとねバタバタしましたが、ここからが大切なところですね。ラウゲン液なるものを本当は作りたいんですが、今ね重曹を入れました。
というのも本来はなんか水酸化ナトリウム強アルカリ性のものを作らないといけないんですが、なかなか入手困難ということで、この重曹を使って、で重曹が70度以上で溶けると強アルカリ性になるということでちょっと科学の授業みたいになりましたが、ということでこれを代わりにしていくと。で茹で始めます。大事なことは85度から90度ぐらいの温度で片面30秒ずつ茹でるということなんですが、多分ねこんなにたくさん一気に入れるとお湯の温度下がっちゃったんじゃないかなわからんけどでちょっとねぼーっとしてました。この紙を取ってなかったから、紙を取って今の段階から、スタートとしますぐだぐだになっちゃったけど、今から片面30秒とします。急に黙るやんって思いましたなんかさ、うるさいかなと思って自分なんかパン作るだけやのにめっちゃ喋るやん自分と思って、ちょっと静かにしてみましたとにかくですね、さっきから言ってた何度以上で何秒とかっていうのはシワシワにならないためのポイントなので、ちょっと今回気をつけてみましたが、じゃあ5秒過ぎたらダメなんですかとか全然そんなことないと思うんでそんなに焦らずやってみてくださいと言いつつですね、こっからももたもたしたらダメなんですって。すぐ茹で上がったらすぐ焼いてくださいということなので、ちょっとねサクサクっとクープを入れて、なんか深めに入れた方がいいらしいです。ということで、スルスルスルとやって焼いていこうと思います。じゃなかったです塩忘れてました。やっぱね気持ちが焦ってたんでしょうね。塩忘れちゃいましたすごいピンボケなんですけどごめんなさい。あんなにね苦労したのに、なんか塩をかけるのがちょっとポイントみたいなので、ここはね忘れない方がいいと思います。あとねなんかそんなに岩塩じゃないとあかんかって言われたら全然大丈夫で、普通の塩でも全然いいと思います。ということでスルスルスルとやって焼いていこうと思います。210度15分、ちょっと高めの温度で短めで焼いた方がいいということでした。さてさて今日はどうなりましたでしょうかと。可愛くできたんじゃないでしょうか。ちょっとどうですね見た目はかなりいい感じで、横はちょっと今ふわふわっとしてましたね。とりあえずちょっと切ってみましょう。美味しそうなんですが、ちょっとなんか思ってたんとは違うなもうとりあえずいただきます。味は美味しいです。大満足です。ただ思ってたんとは違います正直なところもっとこうツヤツヤだからプレッツェルみたいなね、カチカチツヤツヤみたいなのを求めてたんですが、めちゃくちゃふわふわになりましたね。以前プレッツェルベーグル、正式にはラウゲンベーグルですね、あれを私作った時にめちゃくちゃうまくいったんですよ。ちょっとそれを想像して作ったので、その時と違うのはちょっと蜂蜜を入れた材料を今回レシピ参考にしたので、そこがちょっと違う点なんですが、ちょっとね思ってたのとは違うのができましたが、美味しかったのでよしとしますご利用しでよしとしますということで、皆さん本日のラウゲンシリーズいかがだったでしょうか
最後失敗してる雰囲気出てましたやんっていいえ、失敗はしておりません。ちょっとふんわりできただけです。ということで皆さんもぜひお試しください。じゃあね、バイバイ